こんにちは。俺の名前はシン。ここでは今年技術評論者から出版した書籍ばらつきの対処法の解説を行っていきます。今回はこの書籍で説明している内容の数学としての位置づけを説明します。ばらつきの対処法を書いた目的は、ばらつきを精度よく扱うことで物やサービスの品質を向上させることです。例えば、標準偏差やモンテカルロ法、確率仮定といった方法で求めた結果は、ここに述べられた理由によってそれなりの誤差があります。その原因は、既存の数値演算にはばらつきを正しく扱う機能がないからです。実はばらつきは演算によって拡大するのです。対策としてばらつきを正しく扱う機能を持った演算を提案しました。ばらつきの対処法で述べた数学は、ばらつきを扱うために、ベクトルを確率分布に拡張した分布演算と呼ばれる数学です。例えば、1たす1イコール2という足し算の最初の1がマイナス0.1からプラス0.2の範囲で変化する可能性がある場合、つまり0.9から1.2の範囲を持った分布である場合、後の1をマイナス0.2からプラス0.1の範囲で変化する可能性がある場合、つまり0.8から1.1の範囲を持った分布であった場合とすると、その和は合計した2に対してマイナス0.3からプラス0.3の間で変化する可能性があります。つまり1.7から2.3の範囲を持つ分布として求めることができる分布演算に拡張することができます。掛け算であれば、先ほどと同様に最初の1を0.9から1.2の分布、後の1を0.8から1.1の分布とした場合、その積は0.72から1.32の範囲を持つ分布として求めることができる演算に拡張することができます。この演算はばらつきの範囲だけでなく、その演算結果の分布の確率値のプロフィールをそれぞれの演算元の分布から最も確からしい分布として求めることができます。ばらつきの対処法では、この数学の拡張を1から3次元までの子則演算とさまざまなシミュレーション、微分方程式の解を求める積分として定義しています。以上のばらつきの対処法は、既存の数学に対してどのような位置づけにあるかを整理しておきます。数学の歴史は数という概念を拡張することによって進歩してきました。例えば、1たす1イコール2といった計算を行う自然数という概念が最初にあって、マイナスやゼロを含む整数の概念を導入することによって応用範囲が広がりました。さらに、有理数や無理数、実数といった概念が生まれました。ばらつきの対処法は、これまでの数という概念を分布に拡張して、その分布を従来の数と同じように扱うことを提案しています。例えば、数は多次元化によってベクトルという概念が生まれて、ここにあるように、ベクトル A とベクトル B を演算して、ベクトル A たす B というベクトル演算になりました。その次に、そのベクトルに積分という操作が加わり、解析学に発展して、さまざまな空間における現象をシミュレーションすることが可能になりました。ばらつきの対処法では、多次元化をさらに進めて、その位置や速度が点から分布に拡張された偏在化という概念を提案しています。これはある3次元分布 A と別の3次元分布 B から新しい3次元分布 A たす B を求めた分布演算でベクトルを分布に拡張した例です。3次元の分布はヒートマップとして表現されており、各次元平面に等高線として投影されています。
これはツールで計算した実際の演算結果です。ばらつきの対処法では、分布演算を積分に拡張して、分布という分布によるシミュレーションの方法を提案しています。精度の高いシミュレーションを行うには、微分方程式の解として数値積分を分布積分に拡張した演算が必要になってくると思っています。これは様々なハード開発、ソフト開発、物理解析において高い品質を実現するものだと考えています。ばらつきの対処法によって演算精度が改善されるということは、現在の数学はこれからも改善が必要であるということを予測しています。そのことは、数学とはもともと現実世界を近似しただけの道具であり、我々は数学という道具をブラックボックスとしては扱えない、過去に改善されてきた機能の目的を考慮して慎重に使わなければ騙されるということを意味します。これは近年、数学は物理学と連携して、あたかも我々の目に見えない宇宙の秘密をすべて暴いてくれる万能のツールであるという風潮に対する警告です。ちょうど最近同様のことを考えることとして、NHK の笑わない数学という番組で、1たす1イコール2の証明を説明した放送があり、そこでは誰もが納得する公理を追求する数学の歴史を説明しており、ゲーデルの不完全性定理のことが述べられていました。不完全性定理とは、宇宙はすべて数学で説明できる。数学は万能性を持った道具である。ということを否定した定理と言われています。私は数学とは現実を簡素に表現するために様々な異なる目的を持った道具を集めた集合体であり、数学の歴史はそれらのつじつまを合わせるためのパッチ当ての歴史だと思っています。例えば、足し算と掛け算は本来全く異なる目的を持った別のツールだと思います。京都大学の望月教授が足し算と掛け算の関係を定義する ABC 予想を証明するのに、宇宙際対比ミラー理論という新しい数学を導入したのは、そもそも目的が異なる道具の関係を説明するために、さらに両者を変換するための異なる道具が必要であったのだと理解できます。ばらつきの対処法も同様に、ばらつきを含む現実の世界を精度よくモデル化するために、数学にパッチを当てたと考えることができます。現実の世界はさらに複雑で、ばらつき以外にも現在の我々がまだ認識できていない様々な構造を持っている存在だと思います。したがって今後様々な構造を扱うために目的に応じた様々な数学が必要になっていくのだと思います。ばらつきの対処法はそのような数学のパッチの一つです。物理学にも統一理論を求める動きがあり、標準理論や超弦理論といったすべての物理現象を統一的な数式で表現しようとする試みがありますが、その拠り所となる数学にパッチが加われば改善が必要になっていくものだと思います。ばらつきの対処法では、位置や速度が分布として定義される微分方程式の解は分布による積分が必要であることを示しています。数学と物理は今後も新しい視点で改善されれば、継続的に相互に修正されていくものだと考えます。分布演算は演算ごとに必ずばらつきの範囲が大きくなり、分布のプロフィールが滑らかになっていきます。これはエントロピーの増加や時間の矢を示しているように見えます。これも物理学のベースとなる数学が変化すれば見直されていくものの一つだと思います。自然は単純で美しいと言われますが、実は数式にできることが単純なだけで、その解が確率的にしか求まらないことが明確である限りは、その美しさはベールに隠れて見えないのだと思います。書籍の出版時には、
これまで述べた分布演算や分布によるシミュレーションをツールとして公開してきました。しかし、初期のツールは複雑な演算をループ演算として処理しており、多次元分布の演算速度にも問題がありました。さらに、様々な場面を想定して、網羅的にカバーできているわけではないので、正しく演算ができない場面もありました。現在、ループ演算をマトリックス演算として、極力並列処理を行い、ゼロを含む分布を処理する様々な場面を想定して、網羅的に処理できるように改善しています。また、現在のインターフェースでは、シミュレーションを行うにはツールの自由度が低いので、様々な積分演算が可能になるようにインターフェースも改良していきます。もうしばらくお待ちください。そのためにも多くの人々にばらつきの対処法の書籍を購入して考え方を理解した上でコメントをいろいろいただけたらと思います。さらには様々な企業のニーズをツールに織り込みたいと思っており、ツール活用のコンサルやライセンス契約によるサポートを行いたいと考えているので、皆さんの企業にニーズがあれば、ぜひご要望ください。ありがとうございました。